皆さんこんにちは。あちおチャンネルのあちおです。今回はちょっと私のカミングアウトストーリーをしようと思います。6月はちょうどプライドマンスということで、LGBTQ について何かしらこのチャンネルでも情報発信をしようと考えていて、どんなテーマにしようかなとすごい考えてたんですよ。で、皆さんからいただいたコメントを見ている中で、カミングアウトについて教えてほしいという、コメントがたくさん寄せられていたので、ちょうどこの月とぴったしじゃないかなと思ったので、今日はその動画を上げることにしました。現状、私のカミングアウト状況をお伝えすると、私は今友達にはオープンにしていて、家族には母親にしか私がゲイであること、イタリアで同性婚をしていることは伝えていない、そういった中途半端な状態です。カミングアウトストーリーの動画というと、どちらかというとね、もう完全にオープンな人が自分のストーリーを語って、皆さんにちょっと希望とか夢を与えるような動画が多いんですけど、私の場合はすごく中途半端な状態なので、このカミングアウトストーリーの動画を聞いて、皆さんに夢だったり希望だったり、ゲイとして生きるための活力を与えられるような動画にはならないと思うんですが、イタリアで同性婚した今でもこのカミングアウトに悩む、そんな一人の人間のちょっと赤裸々な語りを聞いてくださると嬉しいです。で、実際に初めてカミングアウトしたのは大学1年生の春休みでした。私はちょっと田舎に住んでいたので、東京の大学に上京してきて、カミングアウトその時もできなかったんですけど、いろんなゲイの友達だったりコミュニティに参加して、すごいゲイとして楽しい生活を送っていました。だけれども、どこか心の中にはカミングアウトしたいっていう気持ちを常に抱えていて、その大学の友達と会う時は無理にストレートの自分を偽って一枚壁を作って接していたので、常にこの悶々としたもやもやしたそんな気持ちで生活していました。そんな生活を続けていると、やっぱりいろんなことがうまくいかなくなって、勉強がうまくいかなくなったり、あとはその当時付き合ってる人ともうまくいかなくなって、でもそんな悩みが誰にも打ち明けることができなくて、ゲイであることを隠してることだけ、それだけでこんなにも自分一人で抱え込まなきゃいけないものが多くなる、そんな現実をどんどん感じるようになって、もう本当に辛くなって、精神的にその時すごく辛くなって、もう自分でも八方塞がりになって、どうすることもできなくなったんですよ。で、私はそういう時に大体その楽観的になって、その自暴自棄になってしまうタイプなので、じゃあもういいやって、もうゲイであることも一気にオープンにしちゃえば、こんなことを考えなくて済むと思って、すごい安易な気持ちで私はその時にカミングアウトをしようと決意しました。で、そう考えたらもういても立ってもいられなくて、もうすぐに家族にカミングアウトしようと思いました。で、私と兄は4つ離れてるんですけど、一番年が近くて多分理解してもらえるかなと思ったので、初めは兄にカミングアウトすることにしました。もう思い立った時にもう電話しようと思って、だけどすぐ電話したらきっと話がまとまらないからダメだと思って、一応伝える内容とかをメモに書いたりしてカミングアウトの準備をしてたんですけど、実際にその日の夜12時くらいに電話をかけて、兄の声を聞いた瞬間、一気に今まで考えてきた思いが全部頭から抜けてしまって、すごくドキドキして、言葉が出なくなったんですね。でもだけど伝えなきゃいけないし、伝えたいって思って、その時に出た言葉が、実は男の人のことが好きで付き合ってる人がいるんだっていう話をそこでしたら、兄は数秒黙って、分かった、でももうちょっと考えた方がいいんじゃないって言ったんですよ。で、私はその言葉を聞いた時に、考えた方がいいってどういうことってすごく怒ってしまって、だって自分が好きな性別は選べないし、そんなことで私はもうずっと昔から悩んできてるのに、今更考えてってどういうことだろうと思って、すごく頭にきてしまって、ちょっと半ばちょっと喧嘩みたいな状態になったんですよ。ただ兄は私が男性を好きであることを拒絶するわけでもなく、でも
もうちょっと深くちゃんと考えて決断した方がいいんじゃないっていうスタンスで、私と兄はもうずっと平行線上でなかなか歩み寄れないまま、その時2、3時間くらいずっと電話をして、最終的には兄がもう電話でね疲れてしまって、最後寝落ちしてしまったっていう結末を迎えるんですけど、その次の日ね、朝メールが入っていて、なんか昨日ね話してくれてありがとう、でもやっぱりもっと考えた方がいいと思うよっていうメールが1通だけ入ってて、私のこの初めてのカミングアウトは終わったんですね。なんか本当に理解されてるのか何なのかよくわからないままそう終わってしまって、今でも実家に帰ったりね、兄と話す時は彼女いるのとか、どういう女の子がタイプなのとか、いつ結婚するのみたいな話をしてくるので、なんか多分知ってるけど彼はなんか受け入れてないというか、まだ受け入れられてない、そんな感じがします。次にカミングアウトしたのは母にカミングアウトしました。電話でねカミングアウトしたことで、兄からねあんまり受け入れてもらえなかったっていうこともあったので、直接会ってカミングアウトした方がいいんじゃないかと思って、ちょうど東京の大学に通っていたので、春休みを利用して地元にね帰省して、その時に伝えようということにしました。で帰った時にちょうど母と2人になれるような時間を作って、2人でドライブに出かけたんですね。でその時に車の中でカミングアウトしました。その時も私はすごく緊張していて、もう喉がね渇いていて、口がすごい乾燥してたの今でも覚えてます。でなかなかね2人になっても話が切り出せなくて、でもこのタイミングが終わったらもう伝えられないから、今しかないってすごい考えていて、でも最終的に切り出して、さあって実はもう気づいてるかもしれないけど、実はね男の人のことが好きでゲイなんだって言ったら、母親がね運転してたんですけど、数秒間だけね黙って、でこのね、目にはねすごい涙が母親時溜まってて、なんか必死で涙をこらえようとしてて、でも抑えられなくて、すごいお母さんが泣き出してしまって、でこれはなんか受け入れてもらえないから泣いてるのか何なのかすごく不安になったんですけど、なんかね何も言葉をかけられなくて、で数分経った時に、母が今までねごめんねって、なんかもっと言いやすい環境を私が作ってあげれば、あちおはね18年間私たちの家族の中で過ごす中で、なんかもっと楽しく生き生き過ごせたのにごめんねっていうのを言ってきた時に、私はもうなんか涙が止まらなくて、なんか母が泣いてる姿を見てる時に私はもう泣いてたんですけど、なんかそれを見た時になんか初めてね自分が受け入れられてもらったっていう嬉しさと、なんか自分がね思っている以上になんか家族だったり人っていうのは自分のことを考えてくれてるんだなっていうことがその時分かって、すごく嬉しくて温かい気持ちになりました。でそれとね同時に母親がすごく謝ってきて、高校生の時になんかあちおのことちゃんと見てあげられなくてごめんねっていうのを謝ってきて、実は私は小中高とずっとねおかまと言われていじめられてきていて、もう高校生の時に私のね心が耐えられなくなって、一時期不登校というか引きこもりになってしまったことがあったんですね。でなんか母はねその時のね自分の母親としての役割をきちんと果たせてなかったことがすごく心残りに思ってたらしくて、そのこともね一緒にその時に謝ってきて、2人でその時たくさん話をして、これからどうしたいとか、ね、今後どうやって将来考えてるのっていう話をして、そのドライブが終わったんですね。その次は父にねカミングアウトしようと考えてました。
ただ私の家は本当に亭主関白というか、父がねすごく強い権限を持っていたので、結構その怖い厳しい人なので、なんか本当に打ち明けた方がいいのかどうかってすごい私も不安に思ってたんですよ。なので母親にこうね、どう思うって父に伝えた方がいいかなって聞いたら、母親は多分理解はしてくれると思うけど、なんか今じゃないと思うって言ったんですね。で、私はその今じゃないって言葉をすごく引っかかってしまって、なんか今じゃないっていうのはどういうことだろうって、そのもし受け入れられなかった時の経済的なね援助がなくなるっていう意味で言ってるのかなとかっていうふうにいろいろこう考えてしまって、結局その打ち明けるタイミングもなんか打ち明けようとする覚悟もできないまま、その規制が、ね、終わりを迎えようとしてたんですよ。ただでもやっぱり言わなきゃいけないと思ってたので、もうなんかどうにかしてでもなんか言いたいっていうので、ちょっと冗談半分で父に実はさ男の人のこと好きなんだよねへへって言ったら、一気にこの父の顔がすごくこわばって、それは一時の迷いだからってすごい怖い顔して言われた時に、なんか今は伝えるタイミングじゃないんだっていう時にことをすごく自覚したんですね。結局父に何も伝えることができずに、東京にね戻らなきゃいけなかったっていうので、私のこの家族へのカミングアウトは幕を閉じたんですが、東京に帰ってからもカミングアウトした時のことをこう考えてると、母親にはね無事にこう理解してもらえたけど、父と兄にはなんかこのよくわからない、理解されてるかどうかわからない状態でこう終わったことを考えて、なんか私は本当にあの2人にカミングアウトすべきだったんだろうか、少なくともこうゲイであることを打ち明ける必要があったのかどうかっていうのをすごく考えてしまって、本当にあの時は私がね自分の悩みだったり悩んでることを伝えたい、自分が楽になりたいという意思だけでカミングアウトしてしまって、でも兄や父はなんかそういうことを伝えられる準備というか心構えができてない段階で、私がいきなりねそういうすごく繊細な話をしたことで多分困ったと思うし、なんか自分たちもどういう反応していいかわからない、なんかそんな状況をなんか自分勝手な私のねカミングアウトで作ってしまったんじゃないかっていうのをすごく反省して、なんかカミングアウトすることっていうのはその素晴らしいことだし、その人がね生き生きと生きられる、自分らしく生きられるかもしれないけど、なんかもっとする側はカミングアウトされる側のことをなんか考えなきゃいけないんじゃないのか、なんかそういうことをすごく感じるようになって、その後から私は今年の2月今の夫のアレと結婚するまで誰一人にもそのカミングアウトしようと思えなくなって、カミングアウトせずに過ごしてきました。そして最終的にその友達にカミングアウトできたのは今年の2月、結婚式の次の日に Facebook で友達みんなに一斉にカミングアウトをしました。で、どうして直接会って一人ずつ友達に伝えなかったのかっていうのは、やっぱり父と兄の経験があるので、相手の理解が追いつかないままその伝えてしまうっていうのが本当にカミングアウトする側として正しい選択なのか、やっぱりこのことをすごく迷っていて、ただその Facebook でね何かをポストして書いてこうアップロードすることで、人はその人のペースでその人のね書いたものを読めるし、直接言われてないからその自分の中でそう咀嚼して理解できる、相手にも理解する時間だったり相手にも考える時間をあげたい、なんかそういうつもりで私は友達にするときはFacebook で一斉にしました。結果としてはほとんどみんなね受け入れてくれて、伝えてくれてありがとうとか、なんかすごい勇気あることだと思うしすごい尊敬するよみたいな、すごくこうポジティブなねメッセージをくれたので、結果的になんか直接ね伝えられなかったっていうのはすごく失礼なことだと思ってたけど、でもなんか相手に理解してもらえるような時間を
なんか設けることができたっていうのは、カミングアウトする上で良かったことだったんじゃないかなって今振り返るとなんか思ってます。イタリアで結婚した今でも私は父、兄にはきちんと結婚のことが伝えられていなくて、いつねこのことを伝えたらいいのかっていうのはまだ考えている状態です。実際に私自身もまだ完全にカミングアウトできていなくて、なんかカミングアウトをどうしたらいいのかっていうその答えを何も提示できないんですよ。なんか申し訳ないんですけど、 YouTube とかいろんな動画でそのカミングアウトしてる人を見ると、なんかすごく生き生きていたり、その人生がねすごく明るくなっている、なんかそんな印象を受けると皆さん思うんですよ。で私なんかもねYouTube で動画を上げてるので、なんか皆さんからしたらすごく生き生きね明るく元気に生活して何も怖いものがないように生活してると思うんですけど、実際は違って、私だってその友達とね母にカミングアウトした後でもまだカミングアウトについて悩むし、カミングアウトをね実際に父と兄にしなきゃいけないと思ったらドキドキする。なんか全然難しかったり悩むことっていうのはまだまだたくさんある。なんかそういう状況っていうのがなんかこの動画を通じてなんか皆さんにね伝わって、そのカミングアウトをしたら終わりじゃなくて、やっぱりすごくパーソナルでセンシティブな内容だから、なんか常にねやっぱ向き合っていかなきゃいけない、なんかそういう問題だけど、世界にはねたくさん仲間がいて、カミングアウトできていなくてもできていてもみんな何か戦いながら幸せになれるような道を探してなんか頑張っている、なんかそんな姿がなんか皆さんに伝われば本当にいいなと思っています。はい、という感じですごく長くなってしまったんですが、最後まで聞いてくださってありがとうございました。何か悩まれている方だったり相談がある方いらっしゃいましたら気軽にコメントくださると嬉しいです。ということで私のカミングアウトストーリーの動画はこの辺りで終わりにしようと思います。チャオ。